こんにちは。今日は大きな V ネックのプルオーバーを作っていきます。少し長めに作ってワンピースのような形にします。とても可愛く出来上がります。作り方はとても簡単です。細長い長方形を2枚作って、それを折り曲げてプルオーバーの身ごろにします。こんな感じで半分に折って、この部分が肩になります。で、ここが V の襟ぐり。模様編みはこんな感じで綺麗でゴージャスな感じにしていきます。袖ぐりの土飾りはこんな感じ。とても綺麗に出来上がります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%。細いタイプで、色はアップルグリーン。40g で96メートル。使用かぎ針の目安は6号。これは今回8号でゆったりと編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。この糸はこんな感じで綿 100% でしっかりとしています。太さは約 1.5 ミリぐらい。この糸を使って編んでいきます。作り方を説明します。今回こんな感じで細長い長方形を2枚作ります。こんな感じで2枚作って、これを2つに折って、これを合わせます。ここが肩のライン、こっちも肩で、縫い合わせた方が背中。これがプルオーバーの上の部分。下の部分はここからぐるぐると好みの長さになるまで編んでいきます。こんな感じで作るとても簡単なプルオーバーです。まずこの長方形から作っていきます。私はこれを60センチ。この長方形は私の場合55から65センチ。私は女性ものの L サイズでこれぐらいにしていこうかと思っていて、試しに編んだものは60センチになりました。これは着るときにはここが肩で引っ張られるので、ちょっと引っ張った状態で測ります。で、私はこの状態で60センチ。これぐらいで作っていこうかと思っています。それと、これを短めにすると可愛い印象で、長めにすると落ち着いた印象になります。こんな感じで作っていってもいいと思います。だいたいこれぐらいで、身長に合わせてもうちょっと長くしても短くしても大丈夫です。お好みの長さにします。この鎖の数は6の倍数プラス1にします。6の倍数プラス1であればどんな数でも大丈夫です。私はこれを85、鎖85で編んでいます。鎖85で長さ60センチ。好みの長さになるまで鎖を編んで、それを6の倍数プラス1に当てはめます。ただこの細編みのところよりもこの模様をしばらく編んでいくと少しだけ縮まります。なので最初の鎖やこの最初の細編みは作りたい長さよりも少しだけ長めに作ります。で、鎖編みをしていきます。例えば60センチにしたいときには鎖を60センチよりも長めにしていきます。
この糸端は少し長めに残しておきます。だいたい30センチぐらい残しておこうかと思っています。これを後で使います。で、途中から鎖編みを始めます。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。この鎖がきついとこの部分が歪んでしまうので、ゆったりと編んでいきます。このまま好きな長さになるまで編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。鎖の数は6の倍数プラス1になっています。私はここでは見やすいように小さく編んでいきます。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので、鎖を1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。裏に針を入れて編んでいく方が、後で針で縫い合わせるときに縫い合わせやすくなっていきます。針から1、2、2つ目に細編み。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も同じ。次も。このまま端まで細編みをしていきます。端まで編んできました。次はこの部位を編んでいきます。まず細編みから鎖1つ、裏返して根元に細編み。次は鎖1つ、足元2つ飛ばして3つ目、長編みをします。鎖1つ、同じところに長編み。これで V、 鎖1つ、足元2つ飛ばして3つ目に細編み。1、2、3。これで細編み、鎖1つ、長編み、鎖1つ、長編み、鎖1つで細編み。これを繰り返していきます。また鎖1つ、1、2、3、鎖1つ、鎖1つ、1、2、3、細編み。こんな模様で編んでいきます。鎖1つ、V の次は鎖1つ、足元1、2、3、この足の細編みに細編み、上が2本で細編み。これで2段目が終わりました。次は3段目。3段目はこの玉編み。まず長編みの代わりの鎖3つ、1、2、
返します。で、この V に針を入れて玉編み。玉編みは未完成の長編み。長編みを編むようにして V の中2本から引き抜いて、これをもう一回この2本から引き抜いて、これを一度に引き抜いて玉編み。次は鎖1つ、また玉編み。一度に引き抜いて玉編み。玉編みの次は鎖1つ、もう一度玉編み。引き抜いて、3つ目の後には鎖を編みません。今までは玉編みの次に鎖1つ、玉編みの次に鎖1つ。次は鎖1つを編まないで、下の細編みに長編み。こんな形になります。で、また玉編み。最初に鎖1つを編まないで、すぐこのまま玉編み。玉編みの次に鎖1つ、もう一回と、玉編みの次は鎖1つ、もう一回で、3つ目の玉編みの後はすぐ長編み。もう一回3つ目の後はすぐ長編み。で、最後も玉編みの次に鎖1つを編まないですぐ長編み。2本の糸の下、これで3段目が終わりました。次は4段目。この四角を作っていきます。まず鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、4、裏返して下の玉編みと玉編みの間、ここに長編み。これで四角ができました。次も四角、鎖1つで玉編みと玉編みの間、
鎖一つと、次は長編みの上、次も玉編みと玉編みの間、次は長編みの上、端まで続けます。最後も四角を作ります。鎖一つ、下の鎖の下から3つ目、1、2、3、ここの上が2本で下が1本の位置、長編み、これで端まで四角ができました。次は細編み、普通の細編みだけを編んでいきます。鎖一つ、裏返して根元に細編み、次は四角の中、この鎖の下に針を入れて細編み、次は長編みの上、四角、長編み、四角、長編み、このまま端まで細編みを続けます。細編みで端まで来ました。最後の四角にも細編みをします。まず四角の中、次は鎖の下から3つ目、ここに最後の細編み、これで端まで細編みができました。次はまた繰り返して、この部位細編みから始めます。鎖一つ裏返して細編み、鎖、足元1、2、3、鎖、1、2、3、ここと同じように編んでいきます。端まで編んでいって、次はこの玉編み、次は四角で細編み、これを繰り返していきます。このまましばらく編んでいきます。それともう一枚同じ長方形を用意するんですが、その時は編み始めの糸を後で背中を縫う時に使うので90センチぐらい残しておきます。最初は30センチぐらい残したと思うんですが、次は90センチぐらい残してスタートします。なくても新しい糸で縫い合わせることができるので大丈夫です。このまましばらく編んでいきます。24センチ、段数は22段、最後は V になっています。で、表と裏を確認します。最初に編んだ細編みが表の方が表、こっちは裏で、ここが最初に編んだ細編み、この向きに編んできました。
こっちもここが最初に編んだ細編み、この向きに編んできました。模様はこんな感じになっています。表を上にして編み始めた細編みを中央にします。でこれはこっちで見るとこんな感じ。今この部分、これを縫い合わせて背中にします。でその前にこの部分を編んでいきます。ここが袖ぐりになって、ここが脇の下、こっちも同じ袖ぐり脇の下、この部分を少しだけ長くすると着心地が楽になります。こっちはすでに編んでいてこんな感じ。この分だけ長くしました。幅が広くなっています。こっちにも同じように作ります。で表の方に見やすいようにマーカーをつけています。このマーカーがついている方が表を上にして、糸端の出ているところ、ここから編んでいきます。でこの長さはこれを半分に折って、ここが肩のライン、ここが袖ぐりになるところ、袖ぐりの長さをまず決めます。2つに折って、袖ぐりの長さはだいたい20センチよりも少し短いぐらい、少し伸ばした状態で測って、でこの模様の境目にします。この長編みの部分で、私の場合はここで17センチ、この模様と模様の間なので、ここは私の場合は17センチ。次はこの模様の次、ここは私の場合は22センチぐらい。このどちらにしても大丈夫です。17センチにした場合は、私はここでもっとゆったりした感じにしたいときには、ここにマーカーをつけます。でここにマーカーをつけて、この範囲で編んでいきます。私はこの範囲で編んでいきます。で糸が出ているところから今までと同じ模様を続けていきます。鎖3つで玉編み、玉編みを編んでマーカーをつけたところまで、ここまで編んでいきます。マーカーのところまで来ました。マーカーのところに最後の長編み、次はこの四角を編んでいきます。鎖4つ、1、2、3、4、裏返して、で今までと同じように玉編みの間に長編み、これで裾まで、この端まで編んでいきます。四角で端まで来ました。ここで脇の下の部分を終わりにします。
で糸を休めておきます。糸を切らずに置いておきます。で次にこの2枚を合わせていくと脇が出来上がります。ここが脇で、ここが袖ぐりになります。こっちを縫い合わせてもいいんですが、やりやすいので背中を縫い合わせていきます。さっきしたように表を上の状態、こっちが表で、向きはさっきと同じで、この長い状態の半分を縫い合わせて背中にします。で長い糸端を残しているので、これを使いたいので、この長い糸端が出ている方を背中にします。背中を縫っていきます。この縫う長さはまた半分に折ってで上から決めます。上から少しだけ下げてマーカーをつけます。これはお好みで大丈夫です。広くすると涼しげな感じになります。私は上からちょっと伸ばして測って 4.5 センチの位置、私はこの模様と模様の間の長編みのところにつけました。これは模様が関係ないのでどこにつけても大丈夫です。この折ったところよりも少し下げた位置がいいと思います。この位置にマーカーをつけて裾から縫い合わせていきます。表を上にして縫い合わせていきます。針を入れる場所、この細編みの鎖のように見えるところ、この境目に針を入れます。次も同じ、この2つの境目、こちら側に入れることもできるんですが、今回はこちら側、こっちではなくてこちら側に針を入れてで縫い合わせていきます。こちら側も縫い合わせた時の下の方、これで縫い合わせていきます。まず端と端、端は2本の糸の下、今手前から糸が出ています。このまま向こう側、端の細編みの上、手前2本の糸の下、向こうもまた2本の糸の下、これでつながりました。次からさっき見たように縫い合わせていきます。まずこちら側、ここに細編みが2つあって、1つ目と2つ目の間、で向こうも1つ目と2つ目の間、ここは小さくなって見分けにくくなっていると思います。また
この糸はあまりきつくならないようにしていきます。これを繰り返してマーカーのところまで縫っていきます。マーカーのところまで来ました。最後は同じところに2回、これが最後、2本の糸の下で、手前も同じで、これを裏返します。で、あとはこれがほどけないように隠します。これでしっかりと止まりました。裏を上にして半分に折っています。次は脇を編んでいきます。この範囲だけ編んでつなげます。ここからここまで。今向こうから糸が出ています。手前はこの細編み、手前の細編みに針を入れます。で、鎖2つ、1、2、これを引き抜きます。鎖1つ。次はこの部位の長編みの上、ここに針を入れて、向こうはこの四角のこの長編みの上で引き抜きます。これも引き抜いて、これでつながりました。次も同じ鎖1つで、次の長編み、こっちも次の四角の長編みの上、裏から見ると順番に引き抜いて、最後も引き抜いて、これでつながっています。この糸は緩めに編んでも大丈夫です。もう一度鎖で、今度は細編み、こっちは細編み、向こうは長編み。この分だけ少し長くしたいので、ここは細編みでつなぎます。手前の細編み、向こうの長編み、糸を引き出して、これを引き抜くのではなくて細編みでつなぎます。今までは引き抜き編みでつなぎました。ここだけ細編み、また鎖1つで、長編みの上、向こうの長編みで引き抜いて、
き抜いてつながりました。この途中の細編みのところだけ細編みでつなげます。他は引き抜き編みでつなげます。鎖1つ、長編み、鎖1つ、ここは細編みなので細編みでつなぎます。細編み、鎖で鎖、最後は細編みになっています。なので細編みでつなぎます。向こうは鎖、下から3つ目、1、2、3、これが最後の四角になります。引き抜いて最後は細編みで、これでつながりました。でちょっとこの糸は残しておこうかと思っています。邪魔になるようであれば切っても大丈夫です。でこんな感じで、反対側も同じように縫い合わせます。でこれができたら表に返してで上下を逆にします。脇をつなげることができました。次から細編みを編んでいきます。目立たないつなげたところからスタートします。これは四角。この長編みには細編み2つ。次はつなげたところ、ここに1つとここに1つ。もしこの幅が広いようであればここに1つ編んでも大丈夫です。細編みには1つ、鎖3つには2つ、ここも2つ、1つ、2つと編んでいきます。でここぐらいからスタートします。新しい糸、糸を出して鎖1つ、細編みで、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、また四角に細編み、次はここ2つでも1つでも良さそうです。もう1つ、こういう感覚にしました。次は細編み2つ、次も2つ、次は1つ、1つ、2つ、でこのまま細編みを続けてここまで編んでいきます。中央の端まで来ました。足元を見ると細編みがあります。
向こうも細編み。ここで細編みをします。ここから糸を出して、ここからも糸を出して、2つを1つにした細編みをします。でこの細編みに針を入れるんですが、ここではなくてこっちに入れていきます。糸を出して向こうの細編み、ここではなくてここに入れていきます。で糸を出してこれを一度に引き抜いて、これでつながりました。で最初に糸を30センチ残していたので、この糸を使って後で整えておきます。次からまた細編み、ここは細編み1つ、次は2つ、これまでと同じように細編みをしていきます。この合わせたところも様子を見ながら等間隔ぐらいになるようにします。でぐるっと編んでスタートしたところまで戻ってきます。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次も細編みだけ、鎖1つ、根元に細編み、次も1つに1つの細編み、これでもう1周します。次も細編み、全部で4周細編みをします。でスタートしたところまで戻ってきます。4周編んできました。最初の細編みに引き抜きます。次はこの部分から編んでいきます。まず鎖1つ、これを裏返します。こっちが表、こっちは裏。今まで表裏表裏編んできたので、これからも表裏表裏編んでいきます。これを少しアレンジして、鎖1つと細編み、ここら辺に入れていきます。細編み、見分けにくくなりそうだったらマーカーで、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、鎖1つ、同じところに長編みで V を作ります。細編み V 細編み、足元は1つ飛ばして2つ目、これを繰り返していきます。1、2、足元は1つだけ飛ばしています。これで一周編んでいきます。この模様は細編み4個でできています。一周してちょうど数が合わないと思うんですが、なるべく目立たないところで調整して、でちょうどこの模様が揃うようにします。こういう脇の下なんかで調整します。ちょうどよく揃えます。で V で一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次はこの部分、玉編みをしていきます。まず鎖3つ、1、2、3、これを裏返します。
こっちが表を手前にして玉編み、この部位に針を入れて今までと同じ細編みに長編み、今までと同じです。次も V の中に玉編み、これで一周します。玉編みで一周してきました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次はこの四角、鎖4つ、1、2、3、4、裏返します。こっちが表で、こっちは裏を手前にして四角を編んでいきます。玉編みと玉編みの間、四角、次もこれで一周します。四角を編んで一周してきました。最後も四角を作ります。鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで四角ができました。次はこの細編み、ここでは細編みなんですが、ここでは長編みにします。鎖3つ、1、2、3、裏返します。こっちが表で、次は四角の中に長編み、長編みの上四角、ここの細編みの時と同じです。この長編みで一周します。これで一周します。長編みで一周してきました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次はこの部分、鎖1つ裏返して、こっちが表、こっちは裏、鎖1つの根元、細編みで鎖で足元2つ飛ばして3つ目、鎖で同じところ鎖1、2、3、ここでは足元1つだったんですが、ここからは全部2つで編んでいきます。この先も全部足元2つ、鎖1つ、1、2、3、鎖1つ、1、2、3、
これで一周して、次はここ全く同じように繰り返していきます。これがワンセットで、これを繰り返していきます。でこれで好みの長さになるまでずっと編んでいきます。次は袖ぐりの縁を編んでいきます。こんな感じで編んでいこうかと思っています。これが過剰であれば普通の細編みだけで一周編んでいっても大丈夫です。私は今回この編み方で編んでいきます。これは意外に簡単で、今まで編んできたこの編み方、これに鎖を2つ増やすだけです。まずこの脇の下、私は糸が出ているのでここからスタートします。新しく糸を持ってきてスタートする場合には、ここぐらいから新しく糸を出してスタートします。でここは普通の細編み、こっちは模様を編んでいくんですが、ここは普通の細編みで編んでいきます。まず鎖1つと、でここに細編みをします。ここが角になっていて、ここから細編み、まずこの合わせ目に1つ細編みをしたいと思います。で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次はここに細編み2つ、ここにも2つ、まず1つ2つ、次も1つ2つ、ここには細編みができました。次はこの V、 今までこの V にこの玉編みを3つ編んできました。ここでも同じように玉編み3つ、ただ最初に鎖を編んで、それから今までと同じ鎖1つ、鎖1つで、もう1つで、また鎖1つ。今までのこの玉編みに鎖ここと1つ増やして、次も1つ、こことここが増えました。で細編みの上に引き抜き編み、針を入れてかぶせて引き抜きます。これで引き抜き編み、次も同じ鎖1つで玉編み3つ、鎖最後にも鎖1つ、ここにも1つ、ここにも1つで、次は引き抜き編み、こんな形で編んでいきます。次も鎖1つで玉編み3つ、最後にも鎖1つで引き抜き編み、次も同じ鎖1つ鎖1つ引き抜き編み、これで1周します。ここまで編んでいきます。1周編んできました。これが最後の玉編み。最後の玉編みの後に鎖は編まないで、
糸を切ります。少し長めに糸を残して、これが最後の玉編み。ここから糸を抜きます。で、針で始末します。最初に編んだ細編み、この2本の糸の下、手前から向こうに針を入れます。これが最後の玉編み。ここに上から針を入れます。で、裏に出して引き締めます。整えて、あとは裏で隠します。ほどけないようにさっきと同じように糸端を隠して終わります。で、もう一方も同じように縁を編んでいきます。あとは好みの長さになるまで編んでいきます。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。この下の部分はこの模様を数えて6段、最後はこの袖を編んだ時と同じ編み方。これは鎖1つと玉編み、鎖1つ、これで編んでいます。長さは35センチ。これはもっと長くしてワンピースのようにしても可愛いと思います。着る時にはこんな感じで前が上がるようになります。その分裾も前が上がってとても可愛い形になります。で、袖ぐりには可愛い模様をつけました。ここも着る時にはこんな感じでとても可愛い形になっています。この位置によってちょっと印象も変わってきます。お好きなように編んでみてください。サイズの変更が簡単なのでプレゼントにもぴったりです。お子様用にするのも簡単です。サイズを測りました。上から下まで66、横幅一番広いところで70センチ、この長方形の部分は31の23、長さは35、使った糸は 330g、 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。